皆さんこんにちは。不眠症チャンネルです。このチャンネルでは不眠症と減薬弾薬に関する情報を提供し、皆さんと一緒に不眠症を克服するチャンネルです。今日のテーマは減薬です。私の減薬体験をもとに減薬に至った経緯や減薬プロセス、そして反省点についてレビューしてみようかと思います。それでは最後までごゆっくりとご覧ください。まず最初に減薬のきっかけです。不眠になると皆さん病院に行って、当然のように、睡眠薬を処方されると思います。最初のうちは睡眠薬でよく眠れるようになるのですが、3ヶ月4ヶ月経つとだんだん眠れなくなります。そしてまた病院に行くとまた薬をもらって、だんだん薬の量が増えていき、種類も増えていきます。1年も経つとこの病院ではダメだなと思い病院を変えます。しかしまたその病院でも同じように睡眠薬を処方されます。病院によっては必要のない検査や活動計をつけさせられ、高額な医療費を請求されます。せっかく検査をしても結局治療は多剤処方しかありません。薬の量は増えていき、種類もだんだん増えていきます。この結果、通院して1年後には、不眠は悪化し、体調もどんどん悪くなっていきました。私の場合8年間で13回病院を変えました。精神科、睡眠専門病院、総合病院などです。そして病院を変えるごとにどんどん、不眠は悪化し、体調も悪くなっていきました。そして通院して7年目2017年にこのまま通院してても治らないなと思い、その時は何をしていいかわからなかったのですが、何か新しいことを始めないと、このまま一生不眠が続くと思ったのが減薬を、考えるようになったきっかけだったと思います。不眠症歴について軽く紹介しておきます。私の不眠症歴は30年間です。この時期睡眠薬も30年間飲んでいました。最初の20数年間は睡眠薬を頓服薬として眠れない時だけに飲んでいました。睡眠薬を常用したのは2011年から18年です。薬の種類ですが、睡眠薬をはじめ抗精神薬も含め30種類以上が処方されました。一時は多剤処方により抗精神薬5種類、睡眠薬を 2,3 種類飲んでいたので、体と心が耐えられなくなり、抗精神薬を5種類一気に飲むのをやめてしまったこともありました。そして減薬前最後まで残った睡眠薬がデパスとハルシオンでした。2018年1月に一気弾薬をしたお話を少ししましたが、その時は抗精神薬5種類と、睡眠薬 2,3 種類を、同時に服用してたと思います。抗精神薬5種類を一気に弾薬したおかげで3ヶ月ほど寝たきり状態になってしまいました。不眠はもちろんのこと、離脱症状の激症化、赤指示や起死燃料に襲われ、今まで生きていた中で一番苦しかった時期です。睡眠が何日も続くより拷問のような離脱症状がどれほど辛いかということがよく分かりました。そしてこの拷問のような苦しさはもしかしたら不眠とは全く関係ないのではないかと思うようになりました。で、6ヶ月が経ち考えるようになりました。全然眠れないけど前よりはマシだな。体調の悪いのはもしかしたら睡眠薬のせいじゃないか。もしかしたら睡眠薬をやめて良くなる選択肢はあるのかな。一気弾薬してから7ヶ月が経ちました。会社から1週間休みをもらい、不眠症についてインターネットでもう一度よく調べてみました。企業の運営している睡眠ポータルでは話になりませんので、掲示板や Twitter、海外のフォーラムなど不眠症患者が自ら情報発信しているところをよく調べてみました。するとベンゾ、ガーバ受容体、離脱、反調不眠、アシュトンマニュアルなど、今まで30年間一度も耳にしたことのないようなキーワードが次々に目に飛び込んできました。そして多くの不眠症患者が精神科に通い続け、不眠も体調もどんどん悪くなっていく、そういう事例が無数に報告されていました。これは日本に限ったことではなく、アメリカでもヨーロッパでも同じような事例が無数に報告されているのです。
して驚いたことに、精神科医は離脱や減薬のことはほとんど知らず、相談に行っても病状を悪化させられるだけだということも分かりました。これも日本だけではなく世界でも共通したことです。文字通りぶっ飛びました。不眠症治療の現状にがっかりさせられました。また医療に対する憤りも感じました。しかし良いこともありました。薬害不眠症を治すには減薬と時間、この2つが解決策だということが分かったことです。2018年7月に私は減薬を決意し、計画を立て7月28日から減薬を始めました。減薬はデバスが 1.5mg、ハルシオンが 0.25mg から始めました。減薬前まではデバスは最大で 3mg、ハルシオンは最大で 0.5mg まで眠れない時は頓服として増量していました。しかし計画的な減薬をする前にデバスとハルシオンの常用量をなるべく少なめで安定させようとしたのです。減薬は大まかにデバスをはじめに行い、その後ハルシオンを減薬しました。デバスの減薬に関しては最初の3ヶ月で急激に減薬し、その後ステイ、その後増薬し、その後また一気に減薬を行いました。ハルシオンに関しては1時間でも睡眠時間を維持したかったので、最初の5ヶ月間は全く減薬は行いませんでした。11月に入りハルシオンの減薬を始めると一気に眠れなくなりました。どうせ一睡も眠れないのであればハルシオンを早く減薬したい、早く弾薬を終わらせたい、そういった思いが先立ち、ハルシオンを1ヶ月で急減薬してしまいました。減薬を実行している時の体調についてざっくりとレビューしてみましょう。減薬を始めて1週間ぐらいはめまいと不眠悪化がありました。しかしその後睡眠状態が急に回復し、日によっては6時間ぐらい眠れる日も出てきました。肩の硬直もすっかり良くなり、その他の離脱症状もほとんど解消しました。減薬を始めて2ヶ月目の9月頃には体調はすっかり良くなっていました。この調子だとこのまま不眠症も離脱症状も解消し元気になるのではないかと思ったぐらいです。しかし10月に入りデバスが3分の1ぐらいに減薬した頃から絶不眠が多くなり、肩の硬直が悪化し食欲がなくなりました。体もほてり、吐き気、めまいも感じるようになりました。この時期が減薬期間で一番辛かった時期かもしれません。そしてハルシオンの減薬を始め12月に入ると不眠が悪化し、一気に絶不眠が多くなるようになりました。しかし減薬期間で一番厳しかったのはやはり10月から12月だと思います。この時期はデバスの減薬が引き起こす通常の離脱とデバスを1日に何回か分けて飲んでいることによって引き起こされる服用感離脱の両方が波のように体調を変化させ、とても辛かったのを覚えています。つまり離脱と服用感離脱の乱れ打ちなのです。それでは私の減薬体験の教訓についてまとめたいと思います。その前にこのチャンネルの考え方をいつものように共有しておきたいと思います。このチャンネルでは私の体験に基づいて不眠症、減薬、弾薬についてのアイデアを提供しています。アイデアをフォローするのは自己判断でお願いします。自己判断をすること自体が睡眠薬依存からの解放の第一歩だと私は考えます。もし減薬弾薬をするとしたらタートル戦略が重要です。重要なのは1年以上時間をかけてゆっくりやることです。実行する前には計画を念入りに作り PDS を繰り返す、これが重要です。減薬の教訓についてまとめたいと思います。一つ目は減薬期間半年は短すぎたということです。私は絶不眠が減薬前から続いていましたので体力が持たないと思い減薬期間を短くしてしまいました。しかし減薬期間はおそらく 1,2 年はかけた方が良かったと思います。これについてはまた別の動画で詳しく説明したいと思います。2つ目は減薬は後半がきつかったということです。
これは減薬の進行とともに離脱がだんだん発現してくるからだと思われます。そして3つ目はゴールの明確化です。私の場合、減薬する前にゴールは肩の硬直の軽減でした。そのためには少しばかり、絶不眠があってもそれは受け入れようと決めていました。これがなかったら絶不眠の恐怖で途中で減薬をやめていたかもしれません。4つ目は回復への希望と強い意志を持つことが重要だということです。減薬をする前に不眠症を克服したブログをいくつか読み、必ず僕もいつかは自然に眠れるようになる。それには絶対何が何でも減薬を成功させなければならないという意志を固めたのです。とはいうものの、弾薬後は結構苦しみました。しかし2年半経ってやっと良くなってきています。もしあなたが出口の見えない不眠症に悩んでいても大丈夫です。きっと良くなります。最後までご覧いただきありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録、コメントなどありましたらよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おやすみなさい。